はい、こんにちは、こんばんは、和之助です。今回はですね、こちらエポメーカーというメーカーのキーボードをご紹介したいと思います。このメーカーはですね、主にゲーミングキーボードを扱っていて、カスタマイズパーツもかなり多く扱っています。一からキーボードを DIY できるキットも販売されていて、かなりキーボードには力を入れている中国のメーカーです。そして今回こちらエポメーカー様からご提供していただきましたエポメーカー TH80SE というキーボードです。最近中国メーカーのキーボードの評判がねすごく良くて、前々から気にはなっていて、で今回声をかけていただいて、開封させていただくということで非常に楽しみです。ちなみにこの SE はスペシャルエディションの SE で、このシリーズ他にはポップなカラーのプロもあります。違いはキーの数が80か81個の違いだけみたいなので、気に入ったカラーで選んでも良いのかなと思います。価格は Amazon で約13,000円、キーボードの中では高級な部類に入りますが、結論から言うとこのキーボード価格以上の質感と手に吸い付くような感じでタイピングがかなり良かったです。それでは早速開封していきますが、箱はしっかりしていて梱包も綺麗でいい感じですね。そしてキーボードが出てきました。カラーはブラックグレー、他にはブラックパープルも選べましたが、シンプル重視でこちらを選ばせていただきました。最初地味かなって思ったんですが、第一印象見た目はマットで落ち着いた感じで、写真で見るよりもいい感じだったので、これを選んでよかったなと思いました。エポメーカーのロゴもおしゃれでいい感じで、個人的には気に入っています。それでは箱の底には付属品が入っているので早速見ていきたいと思います。まずはキーキャップとスイッチを外す工具が入っています。カスタマイズもできますが、私は掃除をするのによく使ったりします。続いてイエローのキーキャップが入っています。色は違うので予備というより気分を変えたい時の交換用ですね。マットなイエローなのでキーボードの黒と相性が良さそうです。そして替えのキースイッチが入っています。これはエポメーカーオリジナルのフラミンゴスイッチですね。他にも何種類かありますが、静音性が高いということでこちらを選びました。見えなくなってしまいますが色も綺麗ですね。お次は Type-C の USB ケーブルですね。これは充電と有線接続の時に使えます。若干硬めですがしなりがあるので使い勝手は良さそうな感じです。最後にマニュアルですね。各国に対応していてちゃんと日本語版もあります。ということで箱の中身は以上となります。キーボードのスペックはフルサイズの 75%81 キーで、キーキャップとキースイッチ交換可能なメカニカルゲーミングキーボードです。キースイッチはエポメーカーオリジナルのフラミンゴスイッチで、静音性が高く反応も良いのでゲームや普段使いにも適しています。動作方法は Type-C ケーブルの有線接続の他にワイヤレス接続が Bluetooth5.0 と 2.4GHz の無線に対応しています。キーボードは LED で光らせることもできます。また専用のアプリでは LED とかキーのカスタマイズ、マクロを組んだりすることができます。それではもう少し詳しく見ていきたいと思いますが、その前にこのチャンネルではガジェットやパソコン関係の動画を上げていきますので、もしよろしければぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではキーボード本体を見ていきたいと思います。最初に持った印象としてはずっしりと重量感を感じます。ということで重量を測ってみました。で測ってみると 1kg あります。キーボードとしては重量級で安定感がかなりあります。今度は裏面を見てみます。高さは2段階で調節することができます。ゴム足も厚めのもので机に置いても安定感は抜群です。そして有線と無線 Bluetooth の切り替えスイッチと Mac 用 Windows 用の切り替えスイッチもあります。後ろ側には有線接続用の Type-C 端子と 2.4GHz の USB アダプターが格納されています。機能としてはこんな感じで必要十分ですね。ということで外観も落ち着いた感じで、個人的にこの時点で結構気に入ってしまいました。そしてゲーミングキーボードらしく LED で光らせることもできます。今 LED が左から右に流れていますが、実際はもっと滑らかに動いています。色や明るさパターンを変えたりすることもできるので、ちょっと見た目を変えたいなと思った時にはいいですね。それでは見た目の紹介ついでに付属していた黄色のキーキャップのバージョンも見てみたいと思います。それでは付属の工具でキーキャップを外していきます。ということで交換してみました。黄色のキーキャップがアクセントになっていて、これもなかなかいいですね。
ちょっと便利な機能としては FN プラス B を押して1から0までの10段階でバッテリー残量を確認することができます。今だいたい 80% くらいですね。右上にあるトグルボタンはデフォルトで音量調整ができるようになっています。ボタンを押すとミュートの切り替えができて、回すと音量の調整ができます。こういう機能付きのキーボードってあまり使ったことないんですが、これ意外と便利だなと思いました。あとは専用のアプリでいろいろカスタマイズができます。キーの位置や FN キーとの組み合わせを変えたり、ゲームなんかでは便利なマクロを組んだり、キーの感度を変更することもできて、ゲーミングキーボードの機能もちゃんとあります。もちろん LED のカスタマイズもできます。それでは次はタイピングを見てみたいと思います。それではタイピングしてみたいと思いますが、比較として以前に動画でも紹介していて、今現在メインで使っている Razer Pro Type Ultra JP と違いを比べてみたいと思います。まずはエポメーカーから見ていきましょう。このフラミンゴスイッチですが、正直かなりいいと思います。静かなのはもちろんですが、心地の良い音でタイピングも吸い付くようなしっかりした押し心地で、キーのブレが少なくて入力もスムーズにできます。なんかいつまでもタイピングしていたいような心地よさがあります。そしてメカニカルキーボードって構造上強めにキーを叩くとそこを打つ金属音がするものが結構多いんですが、これは金属音が聞こえないのがちょっと感動しました。普通にメインのキーボードとして使えるレベルで良いと思います。はい、ということでエポメーカーのキーボードでした。はい、それでは続いて今メインで使っている Razer Pro Type Ultra JP も見てみたいと思います。こちらは Razer オリジナルのイエロースイッチですね。まずは静音性は同じくらいだと思います。はい、音の違いは好みにもよるのかなと思います。そしてちょっと言いにくいんですが、キーの軽さは正直こちらの方が軽いと思います。ただキーを押した時の感触はエポメーカーが上回っていると思います。あとは動画だとわからないんですが、こちらは強めにキーを打つと金属音が少しするのがちょっと残念なところなんですよね。ということで今回はエポメーカーのキーボードエポメーカー TH80SE をご紹介しました。一言で言うとこのキーボードめちゃくちゃいいです。ちょっと紹介動画を作っていく中で私はこれからメインで使っていこうと思いました。値段は13,000円と決して安くはないんですが、スペック上は普通に2万円以上してもおかしくない製品だと思います。ゲーム用はもちろんですが、普段使いにも使える良いキーボードだと思います。今キーボードを検討している方には非常におすすめしたい製品です。それではこの動画は以上となります。今後もガジェットやできるだけ分かりやすくパソコン関連の動画を出していきたいと思いますので、もしよろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それでは以上となります。ご視聴ありがとうございました。